これまでたくさんの応援のおかげで僕はここまで来れました。まだまだ未熟な自分ですけれども、プロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意いたしました。これから競技会っていうものに出るつもりはないです。結果っていうことに対して、取るべきものは取れたなっていうふうに思ってますし、そうですね、そこに対する評価をもう求めなくなってしまったのかなっていう気持ちもあります。羽生結弦選手が表明したのは、競技の場から退くこと。オリンピック2大会で金メダル、グランプリファイナルでは史上初の4連覇。これまでのように世界大会で活躍する羽生選手の姿はもう見られないことになります。ただフィギュアスケート自体は今後も続け、活動の場をアイスショーなどに移すことも話しました。決断に対して寂しさはありますか？寂しさは全然ないです。むしろ今は自分としてはこれからも期待してやってくださいって胸張って言えるっていう気持ちでいます。もっといろんな方法で自分のスケートを見ていただく機会があるかなというふうに思ってますし、作っていきたいなって考えているので、ぜひ楽しみにしていただきたいななんて自分では思っています。そして北京オリンピックで挑戦した4回転アクセルについては羽生選手らしい答えでした。常に挑戦し続けることはこれからも続けていきたいなというふうに思います。もちろん4回転半ジャンプもやっぱり成功させて、それをなんか皆さんと共有できたり、皆さんの前で、成功させられたりしたらいいなっていうことを強く思っています。これからはプロのアスリートとして、そしてスポーツであるフィギュアスケートを大切にしながら、加えて羽生結弦の理想を追い求めながら頑張っていきます。どうかこれからも戦い抜く姿を応援してください。羽生選手ゆかりの地や人々から続々とコメントが入ってきています。自分の表現したいものをオリンピックで堂々と表現したことは全然失敗じゃなくて、あれは素晴らしい功績だったなっていうふうに思います。何事にもできないじゃなくてチャレンジしてくれてるところが勇気をもらいました。水野君いると思って、なんか声かけてもらえます声勇気を与えてくれてありがとうございます。これからもずっと応援しています店に来てくれて頑張って復興してくださいよ、それだけでもう力湧いたし、試合見るたびに俺たちも頑張んなきゃないかなっていう感じにはなりましたね。とにかくやんちゃな子だったんで、人の話を聞いてるのか聞いてないのかわからない感じの子だったんですね。あっち怪我したんだ、こっち怪我したんだっていうのを聞いてたんで、よくここまで頑張ったなって思うけど、まだ頑張ってほしいですね今こうしてフィギュアスケートが多くの方々に認知されるようになったのは、先輩方の功績だけでなく、やはりゆずくんの存在がとても大きかったです。これからも羽生結弦という理想を追い求めるゆずくんと、ゆずくんのスケートを楽しみにしています。引退おめでとうレジェンド。彼がフィギュアスケート界のためにしてきたこと、全てに感謝しています。プロになった彼が世界中の人々を幸せにしてくれることを願っています。ゆずるさん、私の友よ、未来に向かって頑張ってください。はい、世界中からその素晴らしい競技生活を称える声が届いています。再び都内のホテルと中継をつなぎます。羽生結弦さんです。松岡修造さんがお話を聞きます。よろしくお願いいたします。世界からの思いも感じました。そして決意表明1時間ありました。思い伝わってきたんですよ。ただ
いつもの羽生さんじゃないって僕は思った。すごい緊張しているというかやっぱそれは思いがそれだけ強かったのかなと思っておりました。そうですね、やはり緊張はしました、実際どのように受け取っていただけるのかもわからないですし、そもそも自分が、現在思い描いているそのいわゆる引退っていう言葉、引退というイメージに対してかなり違ったイメージを持ちながら今回記者会見に挑ませていただいたので、それを本当に伝えきれるのかなっていう不安もありました。そこも踏まえて僕質問していきたいなと思うんですが、やっぱり僕今までのインタビューずっと振り返ってきて勝負にこだわる羽生さんが僕はすごい好きなんです。ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、もう昔思い出しますけれどもね。僕の原点っていうか僕の今心の奥底にあるものって絶対やっぱ勝ち負けなんですよ。で何のためにスケートやってるかって言われたらやっぱ勝ちたいからなんですよね。僕自身このスケートっていうスポーツをやっていくにあたって本当に生活の一つ一つを全てをなんか切り刻んで突き詰めてスケートのためだけにこうやって全部結晶化させるような感じなんで、やっぱそこで負けるっていうのはものすごい辛いことなんですよね。僕は羽生さんがこういう思いを聞いてるだけに今回勝負の舞台から降りたんだってそう捉えていいんでしょうか。いやむしろ勝負の舞台から次の舞台に上がったって僕は思ってるので、なんかそれはなんかある意味その引退という言葉にもありますけど、なんかこれまでのそのいわゆるアマチュアスケーターからプロスケーターへっていう道とは全然違った気持ちで言っていただけたら僕は嬉しいなって思ってます。だからそういう意味ではむしろこれからもその比較するっていうその場で比較して評価を競うっていうものではなくなるかもしれないんですけれども、常に自分と戦いながら過去の自分と戦いながら、いやもっと今うまいぞっていうことを見せながら、そして皆さんの期待とも戦いながらもっともっとそこに勝っていくんだっていう強い意志でこれからやっていきたいと思っています。今聞いた中で周りとの競いっていうところが違うと考えると、やっぱり僕の中では2015年のね生命っていうまさに勝負感っていうのはすごかったこちらなんですけれども2015年ですよね。ノーミスパーフェクトってこの時の自分の勝負感っていうんでしょうかね、そこはどう捉えてますか。いや正直この時若干風邪ひいてて、そうなんですよ、連戦で風邪ひいちゃっててめちゃくちゃ体しんどかったんですよね。ただこの時に思ったのは精神と肉体のバランスがうまく取れれば絶対ノーミスできるみたいな感じのことを多分言ってたと思うんですけど、もう勝ちたいよりもノーミスしたいよりもなんかもう一生懸命やりきれみたいな感じでやれてたんですよね。でやっぱりそこの中には皆さんが期待してくださった気持ちだとか、皆さんが何ですかね、思い描いてくださったたくさんの演技たちだったりとか、そういったものがあったおかげで僕はこの演技がやりきれたなっていうのは思います。じゃあそう考えると勝負って周りと戦っているものとは違ったってことですか。もうこの時はあんまり戦ってなかったかもしれないですね。むしろこの時が一番過去の自分が怖い時期でした。どういうことですか。やっぱりその前の試合で初めてその300点というものを超えて、でそこからすぐにまた試合があって、正直体がそんなに簡単に持つものではないですし、で正直言ってその僕がショートプログラムとフリープログラムと両方ともノーミスしきれるっていうことがほとんどなかったので、スケーターにとって人生で何回あるかって言われたら数えられないぐらいなのかもしれないですけど、でも僕には本当に数えるほどしかなかったので、やっぱり緊張感もすごかったですし、どうやってその前の試合の自分に勝つかみたいなことばっか考えてたような気がします。これ羽生さんに対して聞くのは失礼かもしれないんですけどね、やっぱり僕アスリートだから一つのステージを終えるって考えた時に限界っていうどうしても言葉僕の中にもあったし、やめる時体の限界って考えたらそれは本当に足首も含めてたくさんあったと思うんです。その限界っていうのはどう今回捉えてたのかな。多分テニスで捉えたらこれはプロが引退ではないんですよ。
テニスで例えたらやっとアマチュアからプロテニスプレーヤーになれたぐらいなんですよ。今からですか？はい、だから僕自身のこの体に関してはもちろん足首が心配っていうのはもちろんあるんですよ、はい、練習しながらもちょっと今日大丈夫かなとかって思いながらとか、朝起きたら痛いなとかって思うことも多々あります。ただ特にこの4年間ぐらいですかね、ピョンチャンオリンピック終わって4年間、その間にも怪我がありましたけれども、はい、これだけ成長できたって、こんだけ練習に工夫の違いがあるんだっていうことを学んだり、実際に上手くなってる自分を考えると、まだまだいけるなって。もちろんその瞬発力とか、はい、いろんな面に関してはそれは10代の頃とは比べ物にならないとは思うんですよ、はい、ただもっと上手くなってるし、もっと上手くなれるなって思います。だってテニスプレーヤーで今40歳ぐらいでめちゃくちゃ上手い人いらっしゃるじゃないですか。いますね。僕もフィギュアスケートってそういう例がないから分かりづらいだけであって、これからさらに上手くなれるんだって正直思ってるんですよね。じゃあ例えば心の限界って今日記者会見でそうだよなって羽生結弦っていう名前が自分自身で思いって言い方、これも期待、周りの思いですよ。そこの心の限界みたいなのはどうだったんですか？何回も心がなくなっちゃうっていうか、もう無としてやってる時とか多分ありました。正直一番きつかった時は絶対に忘れないんですけど、言いたくないですけど、でもその時は本当に食事もままならなかったですし、正直ほとんど通らなかったですし、食べたくもなかったですし、でもそれでもやっぱり演技してる間はやっぱ祈りとか自分が表現したいことだったりとか感情とか全部乗ってくれるんですよね、フィギュアスケートには。で僕がそうやってフィギュアスケートの中に感情を乗せられるのは、これだけずっと4歳から積み重ねてきた基礎だったり技術だったり、そういったもののおかげなので、もちろん心が壊れてなくなりそうなことは多々ありますけど今も。だけどやっぱりスケートやってて皆さんに見てもらったりするのはやっぱり楽しいなって。でもそれまでの過程は辛いし、それまでの過程の中で自分が言葉を発せられないところで何か言われてしまったりとか、何も反論できない状態で傷ついたりとかする時がやっぱり一番きついですね。でもその北京オリンピックの時に僕羽生さんの魅力は弱さもさらけ出してくれるっていう報われない努力って言葉ですよね。羽生さんの違う面を周りも見たような気がするんですね。でもあれのおかげで、はい、これ羽生結弦っていうその完璧みたいな人間がこういうところもあるんだって思って応援しようと思ってくださった方々もたくさんいるっていうのを目にして、はい、やっぱり良かったなって思ったんですよ。僕自身全然出るつもり全くなかったですし、正直言ってしまえばもうさっさと4へ降りて終わるんだって思ってたんですけど、実際こうやって北京オリンピックというもので挑戦して失敗してつかめなくて報われなかったっていうふうに思える自分がいて、でもそれを応援してくださったりその姿に何かを感じてくださる方々がたくさんいるという事実が僕を今でも救ってくださってますし、僕もこれからまだまだ頑張って一緒に走っていただけるのであれば、一緒にその夢というものを目指しながら走っていきたいなって思ってます。僕は正直聞き間違いだろうと思ったの一つあったんですよ。4回転アクセルをやるって聞いたはっと思ったんですよ。どういうことでしょう。もうせっかくここまで頑張ってきたんだから、はい、まだ道半ばなのでぜひ皆さんと夢を追わせていただけたら嬉しいなって思ってます。いや大越さん今僕羽生さんと共に聞いてますけど、大越さんどのように感じていらっしゃいますか？確かにそうですよね。引退っていう言葉は必ずしも正確ではないのかなっていうふうに思うんですが、でも過去の自分とか周りの期待とこれからも今度は違うステージで戦い続けるっていう言葉がありましたけれども、これはもう明日から休みなしですか？もともと全然休んでないんですよ僕。昨日も、遅くまで練習してましたし、実際その表情に登ってない間も練習したりイメージトレーニングをしたり、食事も気遣ったりいろんなことをしてます。まだまだ引退という言葉とかピリオドっていう言葉に対してやっぱりマイナスなイメージだったり寂しさとかもあると思うんですけど、ここからさらに
さらにさらに上手くなるんで、期待していただけたら嬉しいですね。世界中から期待を受けて、そしていろんなことを背負ってきたと思うんですよ。で今ちょっと荷を下ろしてちょっとだけ休みますよっていうふうに言っても多分誰も叱らないと思いますけど、どうですか？いや別にそんな気持ちはさらさらないです。むしろここからどういう演技を見せていくのか、どういう自分を出していくのかっていうことが一番大事な時期だと思っていて、本当にもちろん自分の体は大切にしたいですし、会見でも言いましたようにその自分の心も大切にしていきたい。だけどここからどういう羽生結弦になるのかっていうのが一番皆さん気になると思うんですよね。だからこそ頑張っていきたいです。なんかみんな多分「お疲れ様でした」とか「ありがとうございました」って声をかけたくなるんですが、それはちょっと違った捉え方なのかな。だからなんか「お疲れ様でした」って言われるのちょっと悔しいですよね。悔しい。なんか届いてないのかなってなんか悲しいなとか寂しいなって思うのはちょっと悔しいです。でも僕の本来の今の気持ちは正直言ってすごく前を向いていて、で皆さんにも前を向きながら一緒に戦って抜いてほしいなって思ってます。30秒になりました。僕は今一つのステージを卒業した。卒業って英語で言うとコメンスメントなんですよ。コメンスメントって新しいスタート、まさにスタートを切ったって僕は羽生さん見てます。はい、僕が16歳の時に修造さんにお話しした新しいスタートを今切れてます。新しいスタートを皆さんで見守っていきたいと思います。はい、頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。